レ夢ム、お金を増やしたくないか？マリサ、どうしたらいいの？この動画ではアラフォーで今更投資デビューした投稿者が55歳でファイヤーを目指して王道投資をする様子を届けるぜ。なんで55歳なの？毎日55ランプを見て暮らしたい。それじゃあゆっくりしていってね。マリサ、具体的な投資方針はあるの？レ夢ム2つの口座で投資をする。ハイテク一点集中のアタオカ口座と王道のインデックス投資の2つをやるぜ。この動画ではインデックス投資の方をやる。インデックス？アニメじゃない。アニメじゃない？本当のことさー。おじさん臭いのでやめとこう。インデックス投資というのは株の詰め合わせパックを買う投資だ。S&P500 ならアメリカの500株、日経225なら日本の225株を買う積み合わせだ。バカでも80点取れる。そういう画期的商品だ。これを見てくれ投稿主の成績だ。2024年1月から毎日積み立てて250万投資して含み益が41.8万積み上がった。これは定額を毎日積み立てただけなんだが誰でも80点取れることを共感してくれたと思う。どうして簡単に80点取れるの？レ夢ム個別株をやると業績の悪い会社を選んでしまうこともあるし、どんな有料企業でもパッとしない年がある。ところがこういう詰め合わせ商品を買うと漏れなく良品が含まれている。世界一の経済大国アメリカのトップ500企業成績平均がプラスになる可能性が高いのは言うまでもないだろ？それと株価が1円も上がらなくても配当金が入ってくるのでその分だけでも数パーセントプラスになる。入ってきた配当金もまた投資に回されるから雪だるま式に増えていくぜ。しかも高い時も安い時も一定額で買うから投資のタブーである高値掴みを自動回避できる。株式投資の鉄則である分散もしつつ買い時も大失敗しない。すごいわね。例えるならそうだな自分の花畑を作っているイメージだ。植えた花の花粉でまた花が広がっていく。増えた花の花粉でさらにまた花が咲いていく。花、花、花。花花。マリサ、なんだか体がチカチカしてきたわ。もしかして今魔法を使ったの？レ夢ム南国気分が味わえる魔女の魔法を使ったぜ。本当ね、なんだか体が熱いわ。体も赤くなった気がするわ。大変よ。体がハイビスカスになってる。素敵やん。にっこり。お願いだから戻してちょうだい。体を元に戻すには逆から唱える必要があってだな。早くしろパチンカス。あはいなはなは。よろしい。マリサ、ところでどうして最初からインデックスだけで投資しなかったの？個別投資を学べばもっといい成績が出せるだろと私も思ってました。思ってました？実際どうだったのよ。上げ相場すぎてよくわからん。誰が何を買ってもプラスになる時期だった。だがしかし、恐ろしく簡単であることは確かだし、簡単にプラスになる。すごくよく聞こえるけどインデックス投資に欠点はないの？夢がない。夢？株式投資は億万長者をイメージするかもしれないが、この手法ではせいぜい年間最大20%ぐらいしか増えない。100万しか持ってなかったら1年で120万にしかならない。一攫千金ができない手法で時間という栄養を与えて花畑を広げていくイメージだ。それでも夢は見たいからそこについてはもう一つの口座でハイテク株投資をしてチャレンジしていくぜ。なんとなくわかったわ。もう一つの口座の紹介も楽しみね。それじゃあわかりやすく指数を見せるぜ。まずは S&P500 だ。2000年から5倍になっている。今50代の人が1000万投資していたら5000万になっていることになる。すごいわね。次は日経平均だ。アベノミクスもあって、2010年から4倍に上がっている。上がって下がって上がってる。忙しいグラフね。昔日本が世界一になりそうだった時にそれぐらい勢いがあったということだ。昔より世界で活躍する企業が増えてるから投資先として悪くないぜ。ちなみに割安指標として PER という指標が使われているが、バブル期の日経は60倍だったと言われている。そんな海王拳みたいな倍数で言われてもわからないわ。株価が1株当たり純利益の何倍買われているかという指標だ。低い方が投資効率が高いのはわかるだろう？投資効率が高そうなのはわかるわ。だいたい15倍ぐらいが普通だ。
ちなみに今年の日経4万円でも PER は17倍程度だ。だから今の株価がバブルって言ってる人は頭悪いのかなと思ってしまう。ちなみに為替の影響が大きいから1ドル80円になれば2万円ぐらいに落ちると思うぜ。そう考えるとそこまでおかしな上がり方はしていないはずし、おすすめの投資先だ。日本のインデックスにも投資をするのね。いや私は遠慮しておこう。じゃあ何を買うの？全世界に投資するオールカントリーという商品を買う。全世界の約3000企業に投資する。こいつもさっきの配当金の理屈が使える。毎日8社ぐらいから配当金が入ってくるから値上がりしなくても増えていく。このグラフを見てくれ。世界中の企業に投資しつつも過去平均でも年利約 9% あるんだぜ。マリサそんなの10年で2倍になっちゃうじゃないの。世界中に投資ができるなんてすごい商品に見えるわ。弱点はないのかしら。レイム実はこのウルカンという商品は米国株が6割ぐらい占めている。世界じゃないの？時価総額で決まっている。ちなみに日本も 5% ぐらい入っている。たった 5%？ これでもアメリカの次に比率が大きい。10% ずつ増えていくなら私も若いうちに始めればよかったわ。レイムその通りだ。特に若いうちから始めれば売買ゲームで増えていく。アラフォーで始めた投稿主は若い衆に勝つために大人の入金力で勝負するしかない。もしかして高級鳥なの？レイムコア30って知っているか？日本を代表するトップ企業たちのことよね？そうだ投稿主の会社はコア30に昔入っていただから中央値よりちょっとだけ多くもらっている。中途入社してすぐにコア30から外されたぜ。我ながら会社を見る目がないふふふ。笑い事じゃないわよ。レイム問題はぼちぼちの大企業でも周りに早期退職する人が全然いないことだ。だから投資を普及させて若い人に道を譲る伝道者になるぜ。志は認めるわ。よろしい。投資商品という花がまた花を生んでいく。たくさんの花で傘を作るのも夢じゃないぜ。花じゃ雨はしのげないわ。花傘。傘ってそっちなのね。なんだか体が光ってきたわ。もしかしてまた魔法を使った？レイム君の心に傘を差した。色々と漢字間違ってない？かっこつけてないで早く戻せパチンカス。はい。よろしい。結局どの商品を買うの？王道のオールカントリーと米国に7割。残りの3割は王道から外れたハイテク銘柄を中心に据えようと思う。3割の理由は？コアサテライト戦略といって変動の激しい商品を組み入れても3割以内であれば安定しやすい王道手法を使う。さらに、こいつらを担保に信用取引でハイテク株を積み上げる。信用取引は危険って聞くわ。おい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 そんな気持ちでファイヤーできるのか？一刻も早く社畜を卒業して悠々と暮らして ATM としての役割から逃げる必要があってだな。何が楽しくて専業主婦と子供を養いつつ、60歳まで働く奴隷にならないといかん。気持ちはわかったわ。よろしい。しかし家族資金を投じているゆえ、パパとしてリスクは抑える。パパ？おっと口が滑った。テスタ先生おすすめの初心者は信用取引を3割まで理論を使う。やっぱりオルカンのように安定する銘柄を買うのかしら。君はハイテクを感じたことがあるか？まさか。そうだハイテク株を買う。具体的には 178A 革新的有料企業 ETF を買う？どんな銘柄なの？ 178A は革新的有料企業という商品で財務基盤がしっかりしていて、成長も著しいトップ15銘柄を集めている。具体的には AI、半導体、ヘルスケアバイオテクノロジー、次世代モビリティバッテリー再生可能エネルギーの分野で、ここにもみんなが大好きなマイクロソフト、アップル、グーグル、アマゾン、エヌビディアなどなど一通りトップ銘柄が揃っているが、ヘルスケアが入っていて2244よりも少しディフェンシブな構成だ。なんだかすごそうね。どうしてもっと安定した銘柄にしないの？利子が3000をつくのにそんな期待値低い銘柄は買わない。全世界の有料企業を集めた詰め合わせなんだからマイジャグの設定録みたいなもんだろ。脳内お花畑ね。花葉。呪文やめろ。期待値が3以上あればプラスになるなら信用取引を使わない手はない。
王道の投資信託で含み益が増えればその分信用外の余力もアップする無限ループの完成だ。まさにマネーマシン。永久期間の完成ね。君も明日から信用取引しよう。危ないから進めるのやめなさい。この成績を見よ。1ヶ月経たずに9万のプラスこれにはにっこり。では身を張って証明しよう。王道手法の組み合わせで一花咲かせて早期退職。毎月ゴリゴリ投資していくので今後も経過を紹介していくぜ。ATM を卒業したいと共感してくれた人、参考になった人はチャンネル登録お願いします。お願いします。